こんにちは、シャーロットです。今回は、心が傷ついたサイン、親に愛されなかった人の特徴と、その対処法、8選をお伝えします。この動画を見ると、親からの愛情を十分に受けられなかった人が、メンタル的にどのような特徴と課題を抱える傾向があるのか、そして、それらを改善するための対処法が具体的にわかります。私シャーロットは、数年前に仕事やプライベートの問題から、自律神経失調症やうつ病を発症し、2度の休職も経験しました。私は、こうした経験の中で、精神科クリニックのデイケアや、引きこもりの居場所などで、親に十分に愛されることができなかった方々が持つ特徴や課題を見てきました。そして、専門家のアドバイスや最新の専門書籍などをもとに、そうした方々の特徴や課題を改善するための対処法について詳しく学んできました。この動画では、これらの体験をもとに、親に愛されなかった人の特徴と、その対処法について、8つ、厳選して、お伝えします。それでは、早速始めましょう。まず1つ目は、愛される価値がないと考え、自分の魅力や能力を低く見る、です。親に愛されずに育ち、心が傷ついた状態にある人は、自分はダメなところばかりの人間だ、と思い込んでいたり、自身には何も取り柄がない、と感じていたりします。また、自らを否定することで自己肯定感を低下させたり、コンプレックスや劣等感に苦しんだりします。そのような時は、自分のほんの小さな長所や強みを見つけて、自身を認めていくことが有効です。具体的には、次のようなステップで取り組んでみましょう。自分の好きなことや得意なことをできるだけ数多くリストアップし、自身の小さな長所や強みを認識する。他人から褒められたことや感謝されたことを思い出し、自分の価値を再確認する。自分の性格や価値観など、他人とは違う個性を受け入れ、自身を尊重するようにする。これらにより、自分の長所や強みを見つけて、自身を認めていくことで、自己肯定感や自信の向上につながります。次に、2つ目は、自分の気持ちを素直に表現できず、感情を抑え込んでしまう、です。親に愛されずに育ち、心が傷ついた状態にある人は、自分の気持ちは受け入れてもらえない、と思い込んでいたり、無視されるに決まっている、と考えたりします。また、自分の感情を隠すことで、心身の健康を損なったり、感情のコントロールができなくなったりします。そのような時は、自分の感情を表現することの大切さを認識し、信頼できる人に素直な気持ちを伝えていくことが有効です。具体的には、次のようなステップで取り組んでみましょう。自分が今現在、どんな感情を抱いているか、自身に問いかけ、確認する。それらを、友人や同僚、支援者など、信頼できる人に、素直な言葉で伝えてみる。相手方の理解や共感、気持ちなどを受け止め、感謝する。これらにより、感情を表現することの大切さを認識し、素直な気持ちを伝えていくことで、心身の健康や感情のコントロールの向上につながります。次、3つ目は、自分を受け入れてくれる人はいないと感じ、いつも孤独を抱えている、です。親に愛されずに育ち、心が傷ついた状態にある人は、自分は愛されるに値しない、と思い込んでいたり、友達やパートナーができない、と悲観していたりします。また、自身を孤立させることで、寂しさや不安を増幅させたり、社会的なつながりや、支えを失ったりします。そのような時は、自分に共感してくれる人や、好感を持ってくれる人を探して、関係を築いていくことが、有効です。具体的には、次のようなステップで取り組んでみましょう。自分の趣味や興味に関連するコミュニティやサークルを調べ、気軽に参加してみる。自身の悩みや気になることを、友人、同僚、支援者など、信頼できる人に話してみる。自分の好きなことや、感謝したいことなど、素のままの自分を、人に伝えてみる。これらにより、自分に共感してくれる人や、好感を持ってくれる人を探して、関係を築いていくことで、孤独感や不安感の軽減につながります。次に、4つ目は、ミスは許されないものと考え、自らの失敗を責めて自己嫌悪に陥る、です。親に愛されずに育ち、心が傷ついた状態にある人は、成功、失敗で自分の価値が決まる、と考えていたり、
ミスをするともう立ち直れない、と思い込んでいたりします。また、自分を責め続けることで、自信を失ったり、うつ病や不安障害などのメンタル不調に陥ったりします。そのような時は、ミスは成長のヒントと捉え、その後の行動に活かしていくことが有効です。具体的には、次のようなステップで取り組んでみましょう。ミスをしたら、その事実と原因をノートやスマホに書き出してみる。合わせて、うまくいった点も書き出し、失敗、成功の両面を冷静に見返してみる。改善できる点や注意すべき点を挙げ、その後の取り組みに一つ一つ活かしていく。これらにより、ミスは成長のヒントと捉え、その後の行動に活かしていくことで、メンタル不調や生きづらさの改善につながります。次、5つ目は、自分の意見は受け入れられないと思い、人前で考えを主張できない、です。親に愛されずに育ち、心が傷ついた状態にある人は、自分の意見はきっと間違っている、と思い込んでいたり、自分の意見は誰も聞いてくれない、と感じていたりします。また、自分の声を出さないことで、コミュニケーション能力や自己表現力を低下させたり、人間関係や仕事に支障をきたしたりします。そのような時は、自分の意見をこまめに整理して、考えを声にしてみることが有効です。具体的には、次のようなステップで取り組んでみましょう。自分の意見と、その根拠や理由をスマホやノートに整理してみる。率直な考えを相手の目を見てはっきりとした声にしてみる。自分と異なる意見にも耳を傾け、尊重するように努める。これらにより、自分の意見をこまめに整理して考えを声にしてみることで、コミュニケーションや自己表現の改善につながります。次に、6つ目は、一人で生きるしかないと思い込み、人に頼ることができない、です。親に愛されずに育ち、心が傷ついた状態にある人は、自分は人に迷惑をかける存在だ、と思い込んでいたり、人に助けてもらえない、と信じていたりします。また、自分を閉ざすことで、ストレスや負担を溜め込んだり、問題や困難に対処できなくなったりします。そのような時は、人に頼ることの必要性を認識して、身近な人に助けを求めてみることが有効です。具体的には、次のようなステップで取り組んでみましょう。自分の困っていることや、助けてほしいことをスマホやノートに書き出してみる。友人や同僚、支援者、専門家など信頼できる人に小さな助けを求めてみる。人に頼ったことや、助けてもらったことに感謝の気持ちを表す。これらにより、人に頼ることの必要性を認識して、身近な人に助けを求めてみることで、ストレスや心的負担の軽減につながります。次、7つ目は、自分の楽しみを見出せず、人とも喜びを共有できない、です。親に愛されずに育ち、心が傷ついた状態にある人は、自分は何をしても楽しくない、と思い込んだり、他者と喜びを分かち合うこともできない、と考えたりします。また、自分の楽しみを見失うことで、生きがいやモチベーションが低下したり、幸福感や満足感が少なくなったりします。そのような時は、自分の興味や好奇心を大切にして、新しいことを試したり、深めたりすることが有効です。具体的には、次のようなステップで取り組んでみましょう。自分が少しでもやってみたいことや、興味があることを、インターネットや書籍などで調べてみる。自分の感覚にフィットしそうな趣味やスポーツをリストアップし、気軽に試してみる。試してみた感想や気づきを、周囲の人や SNS などにシェアしてみる。これらにより、自分の興味や好奇心を大切にして、新しいことを試したり、深めたりすることで、楽しみや喜びの発見と分かち合いにつながります。最後、8つ目となりました。8つ目は何だと思いますか？それでは発表します。最後、8つ目は、自分の夢を持てず、他者とビジョンを目指すこともできない、です。親に愛されずに育ち、心が傷ついた状態にある人は、自分は何を目指しても無駄だ、と思い込んでいたり、目指すものに届くはずがない、と感じていたりします。また、自分の夢を諦めることで、目標や方向性を失ったり、自己実現や成長の機会を逃したりします。そのような時は、夢を持つことの大切さを再認識し、勇気を持って
様々な事業や趣味に取り組んでみることが有効です。具体的には、次のようなステップで取り組んでみましょう。自分が将来どうなりたいか、どういう人生を送りたいか、仕事とプライベートの両面から夢をリストアップしてみる。その将来像を達成するために必要な途中ステップをできるだけ細かく具体的に挙げる。それらのステップについてできるものから一つ一つ取り組んでいく。これらにより夢を追うことの大切さを再認識し、様々な事業や趣味に取り組んでみることで夢やビジョンの実現につながります。以上、親に愛されなかった人の特徴とその対処法8選について専門家のアドバイスや私の経験などをもとにできるだけ具体的にお伝えしてきました。皆様にとって少しでも役に立つなという点がありましたら幸いです。今後もメンタルに役立つ様々な情報をお伝えしていきますので、タイトル右下のチャンネル登録ボタン、左下のいいねボタンをクリックいただけると嬉しいです。そして今後こんな動画をアップしてほしいというものがありましたら、ぜひコメント欄で教えてくださいね。また、メンタルヘルスに役立つツールやサービスについて概要欄に URL を貼っておきますので、よろしければそちらもご覧ください。それでは、皆様が少しでも穏やかで心地よい日々が過ごせますことをお祈りいたします。本日は本当にありがとうございました。